あんまりベラベラ喋りながらできる作業じゃないですね、これは。一旦これぐらいで拭き取ってみます。あらがあったところがこれやるとなんか綺麗になるんですよね。おー、やっぱりこの辺まで取り付けが進むと一旦見えないところに逃がして、これでどうだ？ギリギリ。 How is it going? Do you have any plans this weekend? Even if you do, please check out Little RC Time first. Last time, I finally managed to paint the body, but as you all know, it's not enough to just paint it. Yes, it needs to be painted to make it look dirty. We'll be working on that first, but there's only a little time left until the event. Jeppel Brothers need to work very quickly to get this build ready in time for the event. Will they be able to get this build ready in time for the event? Let's all cheer them on. Don't give up, Jeppel Brothers. Let's get started. Little RC time. こんにちは。デイビッド開発の系です。結構疲れてきましたね。ここ数日作って撮って作って撮ってずっとやりながら、他もちょっといろいろやりながらみたいな。おじさんは疲れてきましたね。でもやっぱり形になってくるとテンションは上がってきますね。テンションと体力は40過ぎたぐらいからちょっと別物みたいになってきちゃうんで、なかなか難しいところあるんですけど、体力は続かないけどテンションは上がりっぱなしっていう、ちょっと何かの病気みたいな状態かもしれないですね。じゃあ、今回はなんだっけ、まずメインは汚し塗装をするんですけど、これだ、キャノピーの取り付けでどうしても時間難しかったんで間に合わないっていうのがあったので、裏作業で結構やっちゃったんですけど、そんなに難しい作業は進めてなくて、ここの取り付けもうしちゃいました。でこれはもう小難しい取り付け方、クールな取り付け方は時間がかかっちゃうので、両面テープです。すごい強力な両面テープでもうペタって貼っちゃいました、素直に。なので逆に言うと外そうと思えば外せるっていう状態かなと思うんですが、ペタッと貼って、で今ちょうど見えてましたね。ここもこっちで使ったようなエポキシ接着剤はもう一晩置いてる時間がないというので、瞬間接着剤でくっつけちゃいました。あとそもそもこの白いプラ板なんですけど、結局ですね、最初取り付けたここからここまでのプラ板に対してもうここも延長しちゃおうと思ってさらに伸ばしました。だから結局こんな感じですね。プラ板がこんな感じでついていて、でそこにこれを瞬間接着剤でペチョッとつけたところまでかな。あとはここですね。ちょっと痛々しい感じになってますけど、塗装を剥ぎました。ウィーンってルーターで塗装を剥いで、なんで剥いだかっていうと、今からやるこれですね。プラ板に、このプラ板はもうかさ上げのためにつけてあるんですが、これをここに貼り付けます。かさ上げっていうのはこれですね。両面テープでここくっつけて、でここに隙間があるわけですよ。でこの隙間にこの磁石とこのもう一枚の磁石と、あとは、何ミリだっけ、1ミリだったと思うんですけど、1ミリ、1.5 ミリだ、違う、1ミリだどっちでもいいですね。ここに1ミリぐらい隙間があったんで、それを埋める形でここにプラ板、あとはかさ上げ兼土台みたいな感じですけど、でプラ板、これでですねぴったり合うんですよ、高さがこんな感じで。で2箇所にしようかなと思ってたんですが、よく考えたらルーフって微妙にこうしなってるじゃないですか。それがこことここにつけちゃうと磁石が
ちょっとハの字っぽくついちゃいますよね。でそれがあんまり気持ちよくないなと思ったので、真ん中に1個取り付け強度としても正直この2箇所だけで結構強く止まってるんで、あと1箇所だから3点止めみたいな感じで十分かなと思ったので、ここにしましたという状態です。じゃあここもエポキシ使ってる場合じゃないので、もう瞬間接着剤でいっちゃいます。で他のいろんな場所で似たようなことずっと言ってると思うんですけど、これで間に合わせでやって、もし壊れちゃったりダメだったらまたゆっくりイベント終わった後にですね、ゆっくりやると。じゃあ瞬間接着剤どこだ。よしつけるぞ。ここにもこうですね、瞬間接着剤はあんまり多くてもよくないですよね。これ多分適量でちょっと少なめぐらい。もうこれでいっちゃいます。よしよし OK。 これは置いとくしかないですね。これ置いときつつ、あれ何もできないじゃん。置いときつつちょっと説明だけしたいところがあります。ここですね、1個前か2個前ぐらいの動画でパテをあえてちょっと荒っぽいめにモコモコモコっと置いて溶接した風にしようと思ってますって言ったところ、塗った後はこんな感じですね。どうでしょう。これまた汚し塗装で色が乗ってくるともう少し立体的に見えてくると思うんですが、一応こんな感じで溶接風です。でここはタガネでピシッと彫ったところですね。実際端から端まで1枚のプラ板なんですけど、ここが取っ手でここが長板で開きそうみたいな感じの表現にしてあります。あとタイヤは結局こうすることにしました。ここにですねちょうどはまるなーっていうのがあったんで、なんかこの斜めにちょっとついてる感じかっこいいなと思って、こういう風につけることにしました。あとはこのルーフが思ったより低かったんで、この向きできつくて乗らないっていうのもあったんですけど、でもこう斜めにはめとけばこれはこれで結構かっこいいなと思ったんで、今回はですねタイヤはこの感じでいこうと思います。あとは間に合えばやりたかったんですけど、ここの泥よけとここの四角形の部分、ここはですね今回はもう諦めることにしました。結構簡単な工作でいけるかなと思ってたんですけど、これもよく考えたらここにテールランプつけたいんですよね、ゆくゆく。でどういう風になるか分かんないんで、ここの高さが分かんないんですよ。ここの高さが分かんないとここの四角形作れないじゃないですか。ここの四角形作れないってなると、泥よけぐらいは作ってもよかったんですけど、ちょっとここのテールランプをどうするかっていうのと全部ひっくるめてゆっくり考えたいなというのがあったんで、あとそもそも間に合わなそうだったんで、ここは今回イベント前の工作としては諦めました。やらないということにしました。だからあと大きめの工作でいうとこれですよね。これを多分最後の方になると思うんですけど、このルーフライト、これをですね取り付けて、光らせるまでいくかな、ちょっとそれは分かんないです。それは分かんないんですけど、取り付けるまではいこうかなと。多分ヘッドライトも含めて光らせるまでは今回難しいかなと思ってます。はい、じゃあできれば今回の動画でイベント前は終わりにしたいなはい、じゃあ、やっていきますか。これまだかな、さっきの焦ってもしょうがないんでもうちょっと置いときますか。じゃあいいか、このまま置いといて、このまま固まるのを待ちつつ、この辺
汚し塗装スタートしていきますか。そうしたらまたお汁ですね。お汁でどんどんやっていきましょう。これはあれだな、沈黙の時間が続くなあんまりベラベラ喋りながらできる作業じゃないですね、これはどうしよう、喋ることがないですね。とりあえず喋ることがなくなったら飛ばせばいいのか。一旦この濃いめのお汁でこの隙間も埋める感じですね。こういう、これなんて言うんでしたっけ、なんとかライン、このドアとドアの間のこういう隙間みたいなところとか、こういうところをちょっと強調したいんで、ちょっとこうそういうところを重点的にこう塗りつつ、あとはマスキングしたところ、こういう例えばここシルバーとボディのオレンジの間のこことか、こういうところもですね、こういうのを乗っけとくとあらが目立ちにくくなるので結構おすすめです。で反対側も同じような感じで一旦結構盛大にいっちゃいます。ここも接着剤乾かしてはいるものの、いけるとこまで塗っときますか。一旦これぐらいで拭き取ってみます。でこういうところがちょっともう少ししっかり乾かないといい感じにはならないんですけど、こういう溝のところですね、こういうところは自然に埋まって、なんていうのかな、ちょっとリアルな感じになると。あとはこの辺もですね、質感が変に違う感じにならないように、あんまり見た目的にはパッと見の見た目的には意味ないんですけど、塗っといた方が艶消し感とか同じ感じになるんで塗ります。もうボンネットの辺とかほぼ拭き取っちゃうぐらいの感じですよね。ほらこういうところですね、なんかあらがあったところがこれやるとなんか綺麗になるんですよね。この銀色とオレンジの間の溝というか縁のところかにこのお汁がちょうど溜まって、で綺麗に境界線作ってくれるみたいな、そういう感じですね。こういうところもそうですね。でちょっと足りなかったなみたいなところもう一回塗ってまた拭き取るみたいな。でこれをあーじゃこうじゃやってるとだんだんいい感じになってくるんで、いい感じになってくるというか、いい感じになったなっていうところはもう置いとくみたいな感じですね。でガラスとかもこう汚して拭くとなんかそれっぽくなるんで、これ結構楽です。でこっちもちょっとこっちまだ塗るもんな、こっち後回しにします。この辺の工作終わってもう一回艶消し黒で塗るはずなんで、ここは置いときます。じゃああとやれるところは、瞬間接着剤って意外と時間かかりますからね、怖いんですよね。なんか本当に瞬間的につく時もあればしばらくくっつかない時があるんで、そろそろこれ試しに取ってみたいんですけど、もう一個やっときたいところがあるのでそっち先にやります。このタイヤの取り付けですよね。取り付けを多分このまま走ってるとだんだんずれてきてポロンって落ちちゃうんで、ここになんかつっかえ棒じゃないですけど
突っかけるものを簡単な棒、プラ棒とかでいいと思うんですけど、で工作しておきたいと思います。ここはなんとなくこの L 字のプラ棒、これを斜めにくっつけていけば大丈夫ですかね。これはね、もう大体でいいと思うんですよ。で L 字のプラ棒を適当な工作でいいときは、この背中側にちょっとグッと押して、こうやってやると簡単に折れるんで楽ですね。こんな感じです。で長さ合わせてギュッで折る。はい。で場所はこの辺か。よしと。今鉛筆でシュッと印つけたんですが、やっぱり左右対称じゃないとかっこ悪いと思うので、こっちに合わせてこっちも対称の場所に線引きます。はい、これでだいたい左右対称になると思うんで、これで貼り付けちゃいます。一応ルーターでちょっと塗装を剥ぎました。これで大丈夫だと思います。でこれ汚い時用の古い方を使います新しい接着剤はこう汚いところはあんま使わないみたいな。よし、これでよいしょよいしょ、これでいいんじゃないかな。よしよしっていうか、今位置合わせ微妙にしたらせっかく塗装を削ったところとちょっと違うところになっちゃいました多分大丈夫だと思います。取れたらこんなところぐらいはまた付け直せばいいですからね。はい、じゃあそろそろいいかな。うまくいくかな。ちょっと外してみますね。よいしょ。あ、OK です。こんな感じで両方に磁石がくっついたままになってるんで、これでもうこれの着脱がしっかりできるように。おお、結構そーっと持てば持てるぐらいくっついてますね。かなり強力に、3点止めですけど今回かなり強力についてます。いいと思います。はい、じゃあ汚し塗装の続きか。ここなんか可愛くなっちゃったけど、また黒にでも塗るか。これは一旦汚しまくっときます一旦汚して何か分かんない感じにしておきます。よし、じゃあと同じような作業の繰り返しになるんで飛ばしちゃいますね。汚します。あ、そうだ、今こっち側の汚し作業進めてたんですけど、よく考えたらこれもうあれじゃん、塗れるじゃん。じゃこれ塗って全体、この白いところとかさっきのこことかここも塗って、全部艶消し黒で塗って、そしたらこう全体を見ながら汚し塗装ができますので、まず塗っちゃいますわこれを。おお、すんげえ強くついてるな。よし、塗ってきます。よし、塗ってきました。塗って乾かしてきました。こんな感じですね。さっきのこの辺も一応こんな風になってます。ちょっと暗くてわかんない。はい。で、これでよし、これでもう大体大丈夫ですね。でそろそろこれシュノーケルとかこの辺も取り付けながらやっていきたいと思います。
取り付けて、うわかっこいい。取り付けて、あとドアノブか。ドアノブも取り付けて、よし、これでいいですね。はい、ドアノブついて、おお、ミラーだ。ミラーつけないと。ミラーが1個、ミラー、これミラーですね。1個ミラーがねえっす。まあいつか見つかるでしょう。とりあえずつけちゃいます。はい、 OK。 ミラーもつきました。あとはワイパーは後ですね。ワイパーは後です。よし、じゃあこれで一通りパーツがついた状態で、やっと全体を見ながら横一塗装ができますね。まああとやることは一緒ですねこのお汁、まずこれで、このお汁でベースの用紙みたいなイメージで塗って、拭いてみたいなのを繰り返して、はい。でここでですね、そろそろ投入していきたいのが、このバフとかデッキタン、これぐらいの色なんですよね。今回オーバーランド仕様なんで、ちょっとこう砂汚れみたいな、なんて言うんでしたっけ、なんとか砂塵がついてますみたいな表現もちょっと入れておいた方がかっこよくなるかなと思いますので、それはこの辺がちょうどいいかなと思います。で、どっちでもいいんですけどこれ結局どっちも似たような感じになるんで、まあバフでいきますか。ちょっと暗めのバフで。で、本当はこういう塗料って筆を直接入れたりするのは良くないんですけど、これは許されてます。直って書いてある。直入れ OK の瓶なんですこれで、ちゃんと綺麗なやつも一応控えであります。あれ、これもうほとんどないじゃん。まあ足りるか。足りますね。この辺にゴリッと取って、で薄めて、これも適当なんですけどね。こういうところにこうつけて、やりすぎたなと思ったら拭くみたい。でもなんかこういうところいい感じになったなと思ったら残すみたいな。この感じですね。で、あとシャビシャビめにして、こういうとこ結構効くんですよ。こういうバンパーのところとか。こういうところに毛細管現象でシューって入ってくるじゃないですか。でこれが今ちょっとまだ濡れてるんであれですけど、乾いてくるとちょっとかっこよくなるんですよ。で、このベージュ系がすごい効くのがこの黒いパーツの方ですね。これをこういうところにちょんちょん置いていくと、特にこのプラ板で表現した長板のあたりとか、こういうところの立体感というか、こういう形してますよっていうのをこう見せるのに、これが入ると見えづらいですねちょっとごめんなさい。わかりやすくこうやってやって、本当はもうちょっと乾かしてから拭き取った方がいいんですけど、こうやって拭き取ると分かりますかね。ほら、ちょっと形が分かるようになるんですよ。微妙なんですけど、これちょっとカメラで見づらいだけで、肉眼だと結構分かります。ここに長板があるっていうのははい、じゃあこれで引き続きどんどん汚し塗装していきます。
こういうとこもいいですよね。こういうとこもちょっとこう乗っけとくと、ここもそうですね、乗っけて拭くみたいな。この辺なんかは特に汚れてた方がかっこいいかな。あ、そうそう、こうガラスとかもですね、結構バフ効きます。こう端っこの方にこのバフして、これで拭くんですよ。そうするとこんな感じで、分かりにくいかな。これはちょっと映すのが難しいな。もう一回やります。分かりやすい感じでこうするじゃないですか。で拭くと、あえてカメラに映りやすいように強めに残しましたけど、なんか一回砂塵で汚れたガラスを拭いたんだけどまだ汚れ残ってますみたいな、なんかそんな感じなんですよね。こういう感じで、あ、これ分かりやすいですね。こういう感じで、フロントガラスとかも一緒ですね。一回バフして、このバフを拭いとくみたいな。もちろんこの時点でワイパーの拭き跡表現とかやってもいいと思うんですけど、そういうのしない場合はこれだけでも分かりづらい肉眼だと分かるんですけどね、はい、ちょっと思ったより分かりづらいですね。こういう感じで砂塵の表現にはすごいこの感じですね。この感じで、あとでもうちょこっと拭いてあげると自然な感じになると思うんですけど、こういうのを適当にこう入れていくと、はい、だんだん戦う車になってきましたね。この辺とかも最初にお汁で暗い色入れて、この順番は人にもよりますし、その時々の作品の作り方にもよりますし、考え方とかにもよると思うんですけど、とにかく暗い色入れる、で次明るい色入れる、これだけで結構深み出るじゃないですか、汚れに逆でもいいと思いますけどね。明るいの入れて後で暗いのとかでもいいと思うんですけど、とにかく汚れ方にバリエーションが出るので、僕は結構2色3色使うの好きですね。黒いパーツに結構効くんですよね、本当に。こういう感じ、こういうドアノブとかでもいいですし、分かりづらいと思うんですけど、カメラだとこういうなんかちょっと汚れてますみたいな。この辺乾いていい感じになってきましたね。こんなに映すの難しいと思わなかったんですけど、明るさ、今ちょっと明るくしたら分かりやすくなったと思う。この感じですね。汚れてますみたいな。汚しすぎたなと思ったら溶剤くっつけてちょっと拭いてあげるっていう、こういう感じですね。はい、もうこれは永遠と無心でやる作業なんでこのままやります。あとこれだごめんなさい、もう一個あった。こういうシュノーケルとかも、これ今回やっぱり時間なくて未塗装なんですけど、こういうところもですね、一発バフかなんかこう入れてやると、こうもうそれだけでそれっぽくなるみたいな。
結構便利ですね。バフかデッキタン、この辺の色すごいおすすめです。あ、これも画面明るくしたら分かりやすくなりました。これ汚い感じ、これもちょっとやりすぎたなと思ったら軽く拭いてやればこの感じですね。この感じになるんで、はい、結構おすすめです。よし、じゃああと汚しをやれるだけやって、タイヤもつくし、あと荷物か。荷物はもうあれだな、イベント自体の準備して、あ、ここ忘れてた。ルーフライトもつけなきゃいけないんだ。やば、だんだんパニクってきましたね。落ち着いて汚します。汚し塗装済ませてから考えます。よし、だいたい汚せました。じゃあいよいよというか、いい加減これをつけていきますか。ここですね。じゃあもうこれだな。これでここら辺っていうところで、鉛筆ですね。鉛筆で印つけちゃいます。今一旦この辺っていうところに鉛筆でピッと印つけて、でこの L 字アングル端っこのやつですね、これを外して、両方外して、でここか。これはもう結構適当でいいですね。なぜかというと、このライトちゃんと穴がこう楕円になってるんで、ちょっとぐらいずれてても大丈夫そうですね。よし、こことここに印をつけました。さっきの楕円見ると横方向は調整ができるんで、前後ですね、前後はできないんで、そこだけ注意しながらもう穴開けちゃいますか。一応後ろはガラスパーツも一緒に貫通させる感じですね。じゃあ一旦ガイドでグリグリして、あ、この道具まだ発売前ですけど、やっとキリが出ます。もう出しちゃったから予告しておきます。これにちゃんとはまるもうキリです。一応毛書き針としても使えるんで、タガネ合わせの長さとドライバー合わせの長さと両方ちゃんと出す予定なんですけど、一応ですね、千枚通し的なこのキリですね。キリっていうか千枚通しか。キリっていうとあれですもんね、こういう感じになるんで、これはもう断面が丸の単純なニードル針ですね。これ出ます。はい、じゃあ続きいきます。こっちも前後だけずれないように、この辺かな。えい、よし。でまずは非常に細いドリルで開けます。開けます。ちょっと前後ずれたぞこれ。まあいっか、どうにかなると思います。よいしょ。まあいいや、進めます。で今度は一旦2ミリ。でさらに
どこに線を通すか考えなきゃいけないんですけど、一応あらかじめイメージはあります。ここにつけて、もう配線すごいじゃないですか、4と音もなると。でこれはですね、もうさっきちょっと作ったんですけど、こういうので隠します。これ隠しちゃいます、なんか適当に。でこの辺から思いっきりズボッと入れちゃおうと思うんですよね。これだったら隠れるんで、こうですよね。そうですね、そうしよう。こうなって、ここ盛大に見えちゃうんですけど、なんかこういうので隠しちゃう、荷物的なやつでっていう作戦でいこうと思います。そしたらもうできれば活かしたかったけど、ここはもう忘れて、ここ加工して穴開けちゃおうかな。その作戦でいきます。よし、じゃああとは分解、また一回分解して取り付けるだけですね。はい、もうつけちゃったんですけど、穴結局 2.5mm まで開けて、でネジ止めしただけですね。で裏からは六角のナットで留めてありますと。めっちゃ緩みやすそうだったんで、一応ネジロック剤も打ってあります。でここですね、もう素直に穴開けしました。ここから配線通そうと思います。じゃあまたこれ元通りにネジ止めですね。びっくりした、ネジがどっか行ったかと思った。ありました。よしと。で角度はなるべく下向きにしときますか。これぐらいかな。こんなの後で直せますからね。とりあえず進めます。でこれをここに通して、で今回はもう時間がないので、これ収縮チューブのすごいぶっといやつ、収縮もさせないですけど、そのままだと目立っちゃうので、これで隠してでですね、内装は同じく時間がないので、一旦もうここに穴開けちゃいます。わかりますかね、このフロントシート、1列目のシート、2列目のシートのここですね。昔の車だとリアシート用の灰皿があったあたりこの辺をですね、こう裏側からもうぶっといドリルで穴開けちゃいます。はい、ここですね。ここに見えないですね。ここに穴開けました。でここにもう通しちゃいます。本当は結構凝った配線取り回しして隠すっていうのも面白いんですけど、今回はダメですね。そんなことはやってられないですね。ここから出して、これでなんとかなるんじゃないかな。そうそう、ここですね。ここ見えちゃうんですよ。見えちゃうんですけど、さっきの収縮チューブで隠したので、一応こう盛大に、この特に赤い線ですよね、これが盛大に見えちゃうみたいなのはなくなりました。でもここに通ってますよね。ただパッと見全然わかんない感じです。でここから出ましたと、こんな感じですね。これでいいでしょう。はい、よし、ついでにやることはないですよね。よし、元に戻します。あとこれか、ライト真っ黒になってましたけど、シンナーっていうか溶剤ですね、溶剤で綺麗に落としました。そんなに大変じゃなかったです。これを元に戻してはめる、こっちもはめる。ここも本当は時間があれば、だいたいですね、いつもフラットクリアを僕は吹くんですよ。その方がなんか見た目がリアルになる。
今回はもうそのままですね。この辺も本当はクリアイエローとかクリアオレンジとかで塗るとより良くなるんですけど、今回は省略ですね。はい、クリアレンズですっていうことで。おー、やっぱりこの辺まで取り付けが進むと引き締まってきますね。これでもうしっかり戻しちゃって大丈夫そうですね。なのでこの辺の配線つないで、今回これを光らせる、今回このルーフライトを光らせるは諦めます。またイベントの後にゆっくり動画にしながらやります。はい、じゃあ元に戻しました。でここもですね、ちゃんとこんな感じで簡単に、これ結構便利かもしれないですね。走行用バッテリー交換したい時に後ろがバッと外せるようになってますので、ここもしっかりできましたと。あとは細かいところか、ワイパーとか、ここか、そうそう、ここはこれでですね、だいたいいつもやるんですけど、中をはみ出るんですけど、とりあえずぐるっと塗るんですよ。こんな感じですね。で乾いた後にエナメル溶剤かな、確かエナメル溶剤で、このペンはタミヤのペイントマーカーですね。これはエナメル溶剤で落とせるので、このはみ出たところは乾いてから拭き取った方が拭き取りやすいと思うんですけど、これでここにはめた時に、ここも同じ原理でなってますけど、よりなんていうのかな、実写もそうじゃないですか。実際は中にリフレクターっていうのがあって、反射板ですよね。反射板があって、実写の場合はメッキだと思うんですけどね。これも同じような感じで、メッキではないですけど、このシルバーで塗っておくことでより見た目が映える感じになるので、黒のままだと結構暗くなっちゃうんですよね。レンズが透明なのでこんな風にいつもしてます。あとワイパーか。ちなみにさっきのシーンからまた翌日になってます。なので手がちょっと綺麗に、まだこの辺汚れてますけど、手がちょっと綺麗になってます。そうだ、ワイパーも何か塗っといた方がいいです。やはり翌日になってますので、これもすっかり乾燥しちゃってますけど、もう昨日そのまま帰っちゃったんで、はい、これで何でもいいですよ。この辺ちょっと明るい方がいいかな。この辺溶かしてちょっと塗っておくと、これでここだけなんか黒光りした樹脂パーツみたいな感じになると不自然なんで、これ塗っておいて、そうすると質感が同じ感じになるので、今塗っちゃったんで、乾いたら後でここに取り付けます。あとなんだ、あとはタイヤか。タイヤは今回ずっと仮につけていた、またこれでいいか、これがこうなる。よいしょ。そうですね、これで走行しても多分外れないですね。あと何かありましたっけ。いよいよほぼほぼ完成じゃないですか。そうか、荷物ないじゃん。荷物はちょっと作ってくるか。はい、まずこれですね。これを2個作りました。これは100均になんか売ってるんですよ。布が写してから作ればよかったなんかこういうの売ってるんですよ。こうやって布がこんな感じで、ここにこうタグがついて売ってるんですよ。いろんな色といろんな質感みたいなのもあるので、よかったら100均に行った時に探してみてもらって、いいのがあったらもうこれをちょうどいいサイズに切ってくるくる巻いて、タイラップで結束バンドで留めるだけですね。これで今回は乗り切ろうと思います。でここですよね、この配線が見えちゃってるんで、ここをこんな感じでこれを荷物風に乗せて、でこうですね、これで一応隠せるんで、あとはここが思いっきりスペース空いちゃってるんで、
100均在庫から何か探してきます。これ何かの機会に紹介しようと思ってたんで、まあ知ってるよっていう方が多いと思いますけどね。でも何かの機会に紹介しようと思ってたんでちょうどよかったです。これはダイソーさんかな、セリアさんかな、ちょっと両方かもしれないですけど、ちょっと忘れちゃいましたけど100均に売ってます。これもセリアさんだったかな。はい、これは給食の角缶だと思うんですけど、この辺塗ればそれっぽくなるんじゃないかなというので、これ2色あったんで2色買ってきちゃいましたけど、今回は結局どっちもまあ黒かな、黒に塗っちゃいます。これも黒かな、多分黒に塗るのが一番無難に隠せるっていうか、元がよく分かんない感じできると思うんで、ちょっと塗ってきます。あ、でも塗る前にどんなものか一応見ときますか。こういう感じ。これがすごいちゃんとロックされますよ。これこういうことでしょ。これで開く。お中身も一応別パーツになってるんですけど、へえ、すごいですね。あれ、しかも中身一応なんか形状が違いますね。へえ、もうこれとっても取れるから、そうですよね。これよいしょ、これで塗りやすいじゃん。まあつけたまま塗ってもいいようなもんですけど、取っ手いらないか。取ってない方がそれっぽいのかな。まあいっか。でもない方がそれっぽい。どうしよう、取っちゃいます。このままだとまあいっか。取っ手もせっかくついてたし、取っ手ありのまま。サイズもちょうど良さそうですね。ギリギリちょうどいいです。ちょうど乗る。本当に横幅ぴったり。いいっすね。でこっちの角缶はこれいいな。これあれですよね、給食係が取り分ける時のハサミですよね。でこっちがこういうことですね。これもそのまま塗ればもうパッと見大丈夫じゃないかな。これもちょうどいいんですけど、今回これでいきます。これで積んどけばもう荷物いろいろ積んでますねっていう形にはなると思うので、よし塗ろう。はい、塗りました。塗って乾かしている間にまたいろいろ進めたんですけど、ちょっと順番にいくと、まずさっき見てもらった通りのやつを真っ黒に塗りました。でやっぱりバフですねエナメル塗料のバフを薄めにファーッと塗って、これだけ新品じゃんみたいな感じが出ないようにしましたと。でこのルーフにですね、まだ半乾きですけどとりあえず乗せちゃいます。こう乗せて、あとここの取っ手つけようとか言ってたと思うんですけど、いろいろいじってるうちに割れちゃってじゃあいらないやって言ってもうなしにしちゃいました。あってもなくても正直今回の場合は大差ないと思いますので、この細かいちょっとディテール感のある方をあえて外に向けときますか。こういう感じ。そうですね。本当にぴったりだな。はい、こんな感じです。荷物いっぱい乗ってる感出ましたね。いいと思います。で今回は
これで十分物が乗ってる感じ出てると思いますので、これでいいかなと思います。で、あとはこれの留め方なんですけど、正直今回両面テープかなんかで留めちゃってもいいんですけどね、下が板なんで。ただまあとりあえずの荷物なので、これで確定かどうかわからないので、一旦固定はしないで、やっぱりゴムですかね、ゴムで留めようかな。で、こういう時に便利なのがやっぱり100均ですね。あ、これは確実にダイソーですね。100均で売ってるなるべく細い髪の毛、多分これ髪の毛用、そうですね、ロングヘアゴム、こういう最初から輪っかになってるやつじゃなくて長いやつ、こういうのを使うといいと思います。で、なるべく細い方がスケール感は出るんじゃないかなと個人的には思います。で、これをどうしましょうね。本当はフックとかもリアルに作れるといいと思うんですけど、今回は間に合わせで間に合わせでこの辺ですね、適当にもう縛り付けちゃって、でいらないとこ切っちゃって、で適当に行ったり来たりさせながら、こんな感じにしてみました。で、最後は一旦見えないところに逃がして、この辺でこの辺で止めときますか。一旦養生テープの切れ端で取れちゃうかもしれないですけど、またいろいろ確定したらしっかり止め直しますが、時間もないですしね今回。はい、これでいいんじゃないかな。はい、養生テープで一応止めました。で、こういう風になったんで、ここにさっきのやつらを入れて、多分落ちないと思います。落ちるようだったらまた考えます。まあちょっとぐらいガサガサ動いた方が可愛いっていうのもありますし、はい、こんな感じでいいと思います。で、よいしょ。おお、ほぼ完成じゃないですか。そうだここもこれ塗って、さっきのやつ100均のやつ塗って乾かしてる間に拭き取り作業だけしときました。で、レンズですね。はい、つきました。これはやっぱり黄色にしたいな。いずれですね。いずれここはなんか黄色くしたくなるんですよね。黄色にしよう。はい、ほぼ完成じゃないですか。一応このラダーは取ってあるんで、またつけたくなったらつけるかもしれませんが、この辺はあれですね、このテールランプ、この辺りをいずれ作るんですけど、その時にまた合わせて考えようかなっていう感じですね。で、一時期問題だったリアがどんどん重くなってきてこずみすぎてしまうっていうのも、今のところこの C54 の赤いスプリングをリアだけにつけてだいぶ硬くなってるんで問題なさそうです動きがもう重いな。で、フロントは元々の柔らかいスプリングですね。で、そのままにしてるんですけど問題なさそうです。あとここがステア切ってる時に足が上がると思いっきりぶつかっちゃうんで、ここはカットですね。もう今切っちゃいますか。よし、これで後で整えるとして一旦これぐらいかなっていうところで切ってみます。これでうわ、全然当たっちゃうな。全然当たっちゃいますね。この辺までいかないとダメか。
まあしゃあないですね。本当はここ合ってた方が、このアーチの形が合ってた方がかっこいいですけど、まあしゃあないですねこれは。これでどうだ？ギリギリ当たるまあでも元々よりはいいですね。これ以上あんまり切りたくないな。これで様子見ます。あんまりこれで実際に走ってみて当たっちゃって良くないなっていう場合はまたもうちょっと切り詰めていきますけど、一旦これぐらいで勘弁してやります。はい。後でゆっくりこっちも同じ長さに切ります。よし、もうこれで今回イベント前の制作としては完成でいいんじゃないですかね。あとまともに走るのかっていうのはありますけど、これ多分大丈夫です。多分大丈夫だと思うんで後で走らせてみますけど、はい。よし、じゃあジェッペルブラザーズどこ行った？この人たち今回頑張ってくれましたね。さあ一応こういう感じで、はい、イベント前の制作これにて完了でございます。かっこいいんじゃないですか。いいと思います。はい、じゃああとは実際にイベントに持って行って走らせてみたその様子の動画ですね、なんかも引き続き上げていきたいと思いますので、よかったらまた見てみてください。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。さっき動画を閉めた後にイベントの準備しようと思ってしてて気づいたんですけど、とんでもないことを忘れてまして、もう直したというかやり直したんですけど、フィギュアを載せ忘れてましたね肝心のフィギュアを載せ忘れてまして、またボディばらして載せました。はい、これでようやく完成ですね。危ない。イベント行ってから気づいたらびっくりするとこでした。まあさっきもびっくりしましたけど、一応今回ですね、途中で悩んでたんですけど、このジェッペルブラザーズ、これは載せないことにしました。どうしてもここに載せちゃうとどうしようもなくなっちゃうんでなんか撮影したいなとか、こいつらがですね、外にいる状態で撮影するみたいなのができなくなっちゃうんで、今回は別のフィギュアを載せました。あともう一個理由があって、どっちだっけ、助手席は足そのまま行けたんですけど、運転席がですねちょっと映せないかな。足元に足が入らなかったんで、ここ外さないとダメだったんですよ。ここも関節をで、ちょっとさすがにそれもちょっとなーっていうのがあったので、今回は別のフィギュアさんにドライバーとして乗ってもらいました。なのでジェッペルブラザーズはあくまでもカスタム屋さんでカスタムしましたよというキャラクターですね。今後もまた活躍してもらおうかなと考えてます。だからこのウッド社長のエビゾを直す時もジェッペルブラザーズに直してもらおうかなというふうに考えてます。はい。あとそうこうしているうちに、ここも反対側もですねちゃんと切りました。こっちと同じように切って当たらないようにしたっていうのと、あとタイヤですね、接着とかウエイトつけたりするっていうのが間に合わないなっていうのがあったので、これずっとつけてましたけど、今回はもう他の車からですね外したタイヤ、まあタイヤは一緒ですね。 V1 のソフトで中にホイールウェイトを入れてます。でホイールは V1 をこんな感じで、これ本当は白いホイールなんですけど黒く塗ってあるだけのやつなんですけど、それにしましたと。まあでもこっちの方が正直いいかもしれないな。これつけたと思ってたんですけど、トレッドがですね多分どうだろう 2,3 ミリ広がっちゃうんですよね。結構見た目でわかるぐらい。わかります？これ横幅この感じじゃないですか。タイヤの横への出具合、これこうつけた時に結構出るんですよ。こうやって
ポコッと。でトライアル系のビルドだったら結構迫力もあるし、実際走行性能的にもメリットが大きいのでいいなと思うんですけど、今回これオーバーランド仕様、トレイル用ですよねのマシンになるので、どちらかというと見た目をそれっぽくしたいなっていうスケール感っていうかを大事にしたいなっていうのがあるので、このようなカスタムだとトレッドがですね思いっきりボンって出てるよりも普通の車っぽくある程度収まっていた方が見た目がいいかなと思うので、もしかしたらこのままでいくかもしれないです。ただ車体のこの色に対してこの黒も全然かっこいいんですけど、個人的な好みとしてはゴールド系がめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなと思ってるんで、多分これ拝借した車にまた戻して、でこの車にはこの車用でまた組むと思います。でその時に多分ゴールドに塗ると思います。はい、じゃああとあれだ、これもそうこうしてるうちに塗っときました。もうやっぱり黄色がいいなと思ってちょっとつけます。ほらこんな感じで黄色だと分かりやすいですね。中をシルバーに塗ってあげるとこの黄色がより色が映えるようになるので、僕はですねいつもこんな風にしてます。ちょっと一手間面倒なんですけど、中をシルバーかもっと映えさせようと思ったらむしろ白とかの方がいいかもしれないですけど、一応こんな感じで一工夫して、よりせっかく黄色に塗ったら黄色だぜっていうのが分かりやすい方がいいかなと思うので、そんな風にしてます。よし、やっと完成だ。一旦完成ですけどね、ちょっとやっぱりこの後ろのこの辺寂しいんで、もうちょっといろいろ作り込みをして載せていきたいなと思います。はい、じゃあ一旦完成ということで、この辺の作り込み、あと泥よけこの辺ですね、また引き続き作っていければなと思いますが、ちょっとこれ長くなりすぎちゃったんで、一旦イベント終わったら海老蔵ですかねこのもう結構酷使されてボロボロになっちゃった海老蔵を直すっていうのをやっていけたらなというふうに思ってます。でその合間合間でちょこちょこ細かい作業ですねやっていこうと思います。はい、じゃあ今回ですね C64 のオーバーランドカスタム一旦完了ということで、はい、ジェッペルブラザーズお疲れ様でした。ありがとうございました。